さあ今日もやってまいりました。お疲れ様です。よろしくお願いします。できるかな。できるかなっていやでもなんかいい感じだと思います。今日何してきたんですか。今日は作品のロアームプラスのですね、ちょっとフロントスキット、逆スキットなんですかね。一応ちょっと色こうサスアームのところにいきなり黒で2ミリの前側を前側上げたわけですね。上げてきました。なるほど。それはどうなるんですか。これはアームの動きが、全体的に後ろにこう下がる。こんな。もうちょっと早くしたら飛びそうです。こんな。西尾さんみたい。西尾さんみたいです。後ろにこう下がる。全体的にこうなんていうんですかね。アームの動きがですね。アームの動きがずっと下がる。ちょっと下がりに。純正だと。てん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 がこうなる。そうなる。それの角度がつくだけじゃないです。それ角度ついて取り付けの角度ついてこうじゃない。真っ暗になった。こう真っ暗になった。真っ暗になるんですよ。俺が黒いけど。いやカメラがバグった。変な動きするからカメラが変な動きを撮るとバグるんですよ。多分はい。その動きするとバグりますね、カメラ。トレンス。俺がいかんのか。どうだろうね。なんでこんな明るいんだろう。やば。分かった。オッケー。もう動かん方がいいですか。いやもう大丈夫です。多分大丈夫です。はい。もう一個お願いします。純正がこうなるんですよ。で今の状態だとこんな動き。そんな立体になります。多分手横に伸ばした方が分かりやすいんじゃないですか。そうですよね。はい。それがそう斜めこうですね。そうですね。そうですね。そうですね。イメージ的にはですね。極端に言うとですね。で純正だと車走ってる時は車体も傾きますよね。はい。だから前後のピッチングをそれに入れてちょっとゼロスタートだとしたら純正だとちょっと前が上がりません？でもこんな感じか。前が上がって後ろが沈んでアームが下がる、沈むからそうで今の状態だと前を上げると最初から後ろに下がろうとしてそれがさらにより下がる、より傾く、より傾いて上げてくださいってアーム手が上がらなかった手が上がらない四十肩もう肩がそれで限界です。限界ですね。それの何を求めてそうしたんですか。これはこれだと、アクセルオンオフするときに、戻ったときにちょっと、オンしたときじゃなくてオンもオフのもなんですけど、オンでこうなって、オンでこうです。でオフでゆっくり動かしてみましょう。肩が動かん使いです。とりあえず走ってみましょう。走ってみましょう。大地さんみんな上がらん人ばっかりだっただんだん途中までいいけど途中からも上がらなくなってきた。これじゃ無理っていうじゃあちょっととりあえず走ってみましょう。ちょっと行かせてみます。
沈む方は沈みにくくなってるような風に見えますね。沈みにくいですね。だから結構抑えて、ただ抜いた時は落ち着いてますよね、は明らかに。これでドリフトしてみるとどうなんですか？ひょこって抜けるのはなんかなくなってるような感じがしますね。比較的抜けるのは、抜けるとか上が上がりすぎるというか、はい。そうなんかフロントに対してリアがたまに荒くしはい。オフると後ろだけスポッて抜けちゃう時はあるじゃないですか。それはなんかなくなってるような安定してます。風に見えますね、見てる感じだと。抜けすぎがなくなる。動いてる感じはあんまりしないですけどね。はい。なんだろう。縦の打つ感じが強くなって、アンダー気味に。そうでしょうね、姿勢がなんていうんでしょうね、こうねじれて曲がるっていう姿勢になりにくくなってる。そうですね。対角線上にピッて飛ばすって感じ、ちょっと、やりにくい。なりにくい。規制されてるじゃないですけど、なんかはちょっとそういう風な感じの動きには見えます。見てる感じではですね。い。はい。走らせてる感じはどうなんですか？やってる感じは、なんか、いつもの感じの、斜めに対角線上にねじって飛ばすっていう感じが、やりにくい。フロントはねじり落としますけど、後ろがまだねじり落としていかないっていう。ただなんか安定はしてるように見えますね。はい。安定はめちゃくちゃしてる。動いてないわけではないですよね、足も。車全体の動きがちょっと規制されたっぽい感ですね。右側が硬い。四十肩なんじゃないですか。車も車もちょっとあるんですかね。車も四十肩になってるのかもしれない。だいぶ走り込んどるというか。足と手が動かんのかもしれない。これでもうちょいなんか重心を上げるか、ロールセンターを下げるかで、もっと動くようにしてあげて、足をもうちょっと柔らかく作ってみたりとかですね。でこの規制されてる特性の中でちょっと動きすぎるなぐらい動いても暴れないから、確かに。そのバランスで車をちょっとセットしてみるっていうのもありかもしれないですね。足がちょっとぐらいブニョブニョンでも暴れなさそうな。そうですね。動きすぎない感じがない。こ
タイヤのグリップ感的なものとか、そのトラクション的なものっていうのはどんな？基本的には、最初に変えた時にやっぱり、押し出す力がすごいあります。ただこの前のに比べたら横に向いた時、横の方向のタイヤの設置感、っていうのはこっちの方がないようになる。ないですね。なのでこっちの方が抜いて飛ばす時の時の方が楽だと思う。そうですね。アクセルオフの時の動きがぬるいっていうか、なんか規制されてる感じで動いてますよね。にはならない。ちょっと遊んだ感じでアクセルでちょっとやってもらっていいですか？遊びが下手くそですね。ちょっと遊び慣れてない。遊び慣れてない感じです。遊び慣れてないなこの子。いざ遊んでいいよって言われても遊び方がですね。マジでさすが遊び慣れてないからいざ遊んだら痛い目に遭うやつですね。ちょっとやばいやつです。リアの内側のタイヤがなんて言うんでしょうね、浮き上がらないようにしようっていう感じの動きがこの間のよりもなんか見ててなんか違う感じがしますね。もっと車が動くような足ダンパーだったり重心位置の関係だったりとかをしてやってもまだ安定してるところがあるような気が。もうそうすると右から左に変える時とかがものすごいまったりになるような感じもしますね。今シビアなんですね。そうですね。だってロールしてないですもんね。
そうそうそう、リアの内側のタイヤがそれを邪魔してるような動きを、はい、それを利用するようなセットにしてあげると、また違うところが出てくるような気はしますけどね。でもそのくらい特性的に変わってるっていうことですよね。ああ、リアの内側のタイヤのグリップは上がってるのかなと思うんですけど、逆にそのフロントの外側のタイヤに荷重がちゃんと回っていってない、乗り切らないんで、やっぱそうですよね。あで走ると特にやっぱそれが、あー、なるほど。はい、乗らないんで、アンダーに、なんでかなと思ったけど、やっぱりねじれがリアの、そうですね、車がねじれて行こうとするのをリアの内側のタイヤが邪魔してる感じになってますよね。それを利用するセットアップっていうのもあると思うので、グリップ走行向けじゃないですよね。じゃないですね。これ本当ちょっと多分流れない。で、この向きを変えようと思ったら、ケツがちょっと抜けやすくなる。ああ、そうですね、まっすぐ押そうとするからですね。なるほど。最初からもうちょっと滑らせながらですよね。まあ、とりあえずデータとしては難しいですね。誰かが後ろの内側のタイヤを下に引っ張ろうとしてます。誰かがおるっすね。なので、まあドリフトでもそういうシチュエーション、アクセルをパッと抜いた時のシチュエーションがあるじゃないですか。でそこで唐突にリアの内側のグリップが抜けてスピンしたりとか、特に路面のミューが低かったりとかすると、まあそこがシビアになるとどうしてもこう常にそこを気遣いながら走らないといけないのが苦手な方とかはいいかもしれないですよね。乗りにくいですって感じるかもしれない。そうですね、難しいってなるのがやりやすくはなるかもしれない。そこで俺の場合も焦っちゃって焦っちゃって唐突にこうアクセルをオンオフを激しくそうですね、タイヤの感触を味わえなくなる。まあ、向きを変えるには抜いた方が変えれるんですけどね、その抜き具合をできない人はいいかもしれないですね。難しいかもしれない。